不動産屋さんの階段へようこそ。さて、今回はたびたび当チャンネルに不思議な体験談を提供してくださっている K さんから、実はまた不思議というか何なんだと言いたくなる話を聞いたんですよと言っていただいたお話で、ぜひ私や皆さんに謎を解いてもらいたいということです。さて、その K さんが勤める会社で異動があり、職場が変わる前に警備員さんと雑談をする機会がありました。 K さんが実は自分はもうすぐ配置換えなんですよと警備員さんに話すと、警備員さんはそれなら選別に話してあげようという感じで、君不思議な話好きだったよねと言ってある奇妙な話をしてくれたそうです。その話をしてくれた警備員さんを仮に新井さんとお呼びします。それは新井さんが現在の施設ではなく、前の警備会社に勤めていた時に配置されていた建物で体験したということでした。その建物は商業用ビルで、いろいろな会社が各フロアに入っていたそうです。新井さんの警備の仕事は正面玄関口での人の出入りのチェックやビル内の巡回などが主でした。ですから特に事件事故がない限り割合楽な配置先だったそうです。さて、その業務の一つにビル館内の防犯カメラのモニターをチェックする仕事もありました。それは毎日ではなく数日に1回、警備員が順番で防犯カメラの監視をするというものでした。その日は新井さんは夕方のシフトで、その防犯カメラのモニターチェックをしていたそうです。ちょうどテナントの会社の退社時間で、少しずつ人の行き来が多くなりだしていました。そして夜の7時ごろだったそうです。警備室で新井さんは一人椅子に腰掛け、複数の防犯カメラのモニターを静かに見ていました。おのおの建物の要所の共用部分が映し出され、新井さんは一つ一つそのモニターに目を通していきました。時々人の動きがあるとその画面に集中していたのですが、いつもと変わらず問題もなく安心していました。しばらくそんな作業を繰り返していると、ふと一つのモニターに新井さんの目が止まりました。それは地下の駐車場を映し出すモニターでした。その地下独特の暗い空間の画面には、一人のスーツ姿の若い男性の後ろ姿が映っていました。どうやら自分の車の方に向かって歩いているようでした。それは新井さんが特に注視するほどの画面ではなかったのですが、なぜか妙に目に留まったそうです。するとその若い男性は急にピタッと足を止めました。何かに驚いたのか、呼び止められたのか、はっとした感じで止まったように見えました。どうしたのかなと新井さんが思っていると、突然その男性がくるりと振り返ったそうです。振り返るとその延長線上に防犯カメラがあるので、もろに男性の顔が見えました。すると男性は満面の笑みを浮かべていました。そして防犯カメラに向かって手を振り出したのです。新井さんは防犯カメラに手を振るわけがないので、男性の様子からきっとカメラの死角に男性の友人でもいて、呼び止められ振り返り、お疲れ様とか声をかけて手を振っているのだろうと思いました。ですから最初新井さんは特にその様子をおかしいとは思わなかったそうです。ところがその若い男性は満面の笑顔のまま、ずっと防犯カメラの方に向かって手を振っているのです。新井さんは、あれ、この人ひょっとして防犯カメラに向かって手を振っているのかなと思ってしまいました。
それはまるで防犯カメラのモニターを確認している新井さんに向かって手を振っているかのようだったのです。新井さんはまさかと思いながらも少し妙に感じました。その男性は防犯カメラの荒い画像でもよほどいいことがあったかのように嬉しそうな笑顔を見せていたのですが、少し大げさな印象を受けました。しばらくそんなことを続けていると、突然男性からその満面の笑顔がピタッと止まりました。一瞬にして男性の表情は無表情の真顔になり、手を振るのをやめてしまいました。そしてそのままじーっと防犯カメラの方を見つめているのが分かりました。その時の男性の顔はこわばり、何か予想外のものに気がついたかのような表情でした。新井さんは男性の表情の突然の変化に戸惑いましたが、男性が神妙にこちらをじーっと見ていることに何かあったのだろうかと胸騒ぎがしました。するとそんな新井さんの緊張をよそに、また突然男性はくるりと後ろ向きになり、何事もなかったかのようにすたすたとその場を立ち去っていったそうです。それはまるで夢や催眠から覚めて我に返ったかのような振る舞いでした。新井さんは変な人いるなぁと思いましたが、挙動不審とまでは言えなかったので特別気にかけませんでした。結局その日の業務は無事に終わったそうです。それから数日間は新井さんは別の業務をこなし、そして再び防犯カメラの映像チェックをする日になりました。その日も夕方からのシフトで、またちょうどビルのテナントの退社する時間に当たったそうです。前回と同様、要所要所のモニターには時々人の往来が映し出され、いつものように何事もなく時間が過ぎていきました。そして夜の8時に差し掛かった時でした。新井さんが一つ一つモニター画面を見ていくと、またふと地下駐車場の防犯カメラに目が留まったそうです。そのモニター画面には一人の男性が映し出され、薄暗い地下のコンクリートの空間の中を自分の車の方に歩いていくようでした。それはスーツ姿の恰幅の良い中年男性の後ろ姿でした。偶然なのか、前回の奇妙な振る舞いをした若い男性と同じ動線を歩いていたので、新井さんはわずかに注意して見ていたそうです。するとスタスタと歩いていた中年男性は突然ピタッと足を止めました。新井さんがハッとしていると、その男性はくるりと振り返り、防犯カメラの方に向かって笑顔で手を振り出したのです。新井さんは「あ、まただ」とぎょっとしたそうです。先日の若い男性のように満面の笑みを浮かべているのがモニター画面の中でもはっきり分かりました。まるで思いがけない人と偶然出会ったかのように嬉しそうな表情で防犯カメラに向かってずっと手を振っているのです。前回の若い男性と全く同じような振る舞いだったので、新井さんは自分がからかわれているのかと感じたそうです。防犯カメラの先にはこのモニターを見つめる警備員がいるのを知って、複数でからかって同じことをしているのかとも思いました。でも今こちらに手を振っている中年男性はどう見ても管理職クラスの立派な分別のある感じの人で、そんな子供じみたいたずらに加わるようなタイプではおよそありませんでした。でももし誰かに手を振っているとしたら、こんな長くずっと笑って手を振り続けるのもかなり奇妙でした。そして新井さんは
やっぱりこの中年男性は理由はわからないが防犯カメラに手を振っているのだと感じたそうです。気味が悪くなった新井さんは他の警備員に駐車場のこの男性の様子を見てきてもらおうかとも考えました。ところがそう思った瞬間、その中年男性はピタッと笑顔をやめ無表情になりました。あの若い男性と同じように我に返ったのか何かに気がついたのか、急に真顔になり手を振るのをやめてしまいました。新井さんはじっとその様子を見ていると、その中年男性も防犯カメラに向かってじっとこちらを見ています。その時新井さんははっと気がついたそうです。この中年男性の表情は何か不可解なものを見た直後のように旋律が走っていたのです。今考えてみると、あの若い男性もこの中年男性と同様にあの時何か恐ろしいものに気づいたような表情をしていたと分かりました。すると新井さんがそんなことを考えている時でした。いきなり中年男性は無表情のままくるりとカメラに背を向けたのです。そして足早にその場から去ってモニターの画面から消えていきました。その様もあの若い男性と同じで明らかに不自然で違和感がありました。この短い間に全く別々の男性が駐車場の同じ地点で理解できない不可解な動作をして何事もなかったかのように去っていったのです。でも長年の警備員としての勘で新井さんは一つだけ分かったことがありました。確かに2人の男性は防犯カメラの方を見ていましたが、彼らは共に何か良くないもの、正体がわからない不可解なものを見ていたと感じました。そして重要なことは、その良くないものは防犯カメラの中にいたのではないか、そう思いました。また新井さんはその良くないものはずっとあの駐車場の防犯カメラに宿ったままなのだと感じました。結局新井さんはこのビル全体が気味が悪くなり配置換えを申請して別の建物に移ったということです。新井さんが配置換えを希望するくらい2人の男性の振る舞いは不自然で気味が悪かったようですが、防犯カメラを通して新井さんはおそらく人間の表情の中でも人が得体の知れないものを見た時の恐怖の表情を目の当たりにしたのだと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。